皆さんこんにちは。今回は夢見を更新したカルル島で作った小さなスペースに使える島クリエイトを紹介したいと思います。口頭での説明の後、マス目付きの家具リストという形で紹介していきます。ぜひスペースが余ってしまって何か置きたい時や物足りない時に役立ててください。まずはポストステーションのアイデアです。R の街灯とその両隣にプレイヤーの家についてくるポストを置いています。プレイヤーのお家が2軒以上ないと難しいのですが、ポストは種類が豊富なので、組み合わせ次第で島のワンポイント的な存在になると思います。次にコンパクトなキッチンのアイディアです。石造りのキッチンを背中合わせにして手前にヴィンテージなデスクを置いています。さらに周りに料理や調理器具を置いて忙しい厨房の雰囲気を出しています。キッチンもゴミ箱もプレイヤーが使える家具なので実用性も高いですし、石造りのキッチンはカラーバリエーションが豊富なので街中でも木に囲まれた森の中でも馴染むと思います。ちなみに排水口っぽいマイデザインを貼るとよりリアルさが増すと思います。次に荷物置き場のアイデアです。先ほどのキッチンの横にあるので私は食品関係を置いています。丸太のスツールの上にはシャンクから買うことができるロゴ入り紙袋を持ち帰り用のショッパーに見立てて飾っています。前のものを低く、後ろのものを高くしたり、前デザインを敷いたりするとメリハリが出ていいと思います。次に港の積み荷のアイディアです。私はこの港で魚を仕入れているという設定にしているので、魚のコンテナやボトルクレートを置いています。ドクターフィッシュやアメンボは釣れた魚を生きたまま入れている感じを出したくて置いています。他にも水槽ではない特別な飾られ方をする生き物が何種類かいるので、飾ってみると面白いと思います。半マスずつずらしたり高さに差を出すと雑多な感じが出ると思います。前デザインも2種類お借りして木の板の継ぎはぎ感を出しているのがポイントです。次に井戸のアイデアです。シンプルな井戸と丸太のベンチというシンプルな組み合わせです。木々の中に花と埴輪と一緒に置くと人に忘れられた場所感が増します。決して島の観光名所になるような見栄えのいい場所というわけではありませんが、よく見ると凝っているのがわかるというような島の全体的な完成度を上げる縁の下の力持ち的な存在になってくれると思います。次にスケートボードと落書きのアイディアです。スケートボードには足跡の前デザを貼って誰かが乗っていた後のちょっと汚れている感じを出しています。この地面に刺さっている棒は程よい枝で DIY で作ることができます。土の道や砂浜の上に落書きの前デザと一緒に飾るとさっきまで遊んでいたかのような雰囲気が出せると思います。次に作業場のアイディアです。畑で採れた野菜を洗ったり葉を落としたりと大まかに下処理する場所のイメージです。ちょっとした調理器具や野菜と一緒に置くと、ここが何をする場所かがよりわかりやすくなると思います。ちゃぶ台は低めの机なので、高さのある椅子に座るより地べたに座る方が島国のイメージと合っている場合は円座と合わせて使うのがおすすめです。
次にピクニックのアイディアです。すぐ近くにある畑で採れた野菜で作ったお菓子たちを持ち寄ってピクニックをしているという設定です。周りの花畑に合う色でなるべくお皿が木の食べ物を選んで飾っています。円座と合わせると地べたに直接置かずに済むので、直置きが気になる方はお皿代わりにするのもいいかもしれません。レジャーシートに獣道のマイデザインをくっつけているのもポイントで、より自然に馴染みやすくなります。次に無人販売所のアイディアです。事務机はありものを使う精神みたいなのを表現するのにちょうどよくて選びました。こういう場所に置いてあるものって、新しいものより使い古した感じで、しかも元々は別の場所で使っていたようなものの方がよく合うんじゃないかと思います。ココナッツオイルはお金を入れる瓶で、マイデザインを貼った雑誌の束は買ったものを包む新聞紙のつもりで置いています。次にナチュラルな焚き火のアイディアです。キャンプファイヤーや焚き火だとワイルドすぎて島の雰囲気に合わないという方におすすめです。もっとリアル寄りにしたい方は折りたたみアウトドアチェアやビニールチェアなどでもいいんじゃないでしょうか。次に薪割り場のアイディアです。木の切り株に薪と道具の斧を飾ると薪割り場になります。斧の置き方とカメラワークによっては斧が切り株に寄りかかったり突き刺さったりしているように見えるかもしれません。さらにワイルドな丸太のベンチやマイデザインを貼ったシンプルなパネルを使えばより雰囲気が出ると思います。次にたぬき商店周りにおすすめのアイディアです。自販機の後ろに工具棚を置いて上の方をごちゃつかせています。小さな植木鉢に入っている植物を置くとさらに生活感が出ると思います。引っ越し段ボール S はたぬき商店と同じマークが段ボールについているので親和性が高くて一緒に置くことが多いです。こちらの荷台に積み上げられているものは店内に搬入していない荷物やセールをしている在庫です。金魚鉢は個人商店って入り口にメダカとか金魚を水槽で飼っているイメージが私の中で勝手にあるので置いてみました。たぬき商店は島の雰囲気に馴染ませることを諦めて元の派手な建物を生かす形に振り切ってしまえば普段はあまり使わないカラフルな家具が置けるのでそういう面では結構好きです。次に駐輪場のアイディアです。西部の街並みの屋根がもっと出ていると想定して自転車小屋に見立てています。今回はシティサイクルをたくさん置いていますが、電動キックボードやマウンテンバイクなどを置いて乗り物に幅を出すともっと雑多な感じが出ると思います。次に小人の先生が見守る学校のアイディアです。黒板の後ろに物置を置いてその上にノームの置物を置くとちょうど高さが同じくらいになるので黒板の上に立っているように見えます。デコイや虫の模型でもいいかもしれません。次にうさぎの住処のアイディアです。光苔の岩の上にうさぎのガーデンオブジェを置くだけです。これのいいところは平坦な地面に凹凸をつけられることとカラーバリエーションが豊富なので
いろいろな季節で活躍できることです。次に掲示板のアイディアです。前に投稿した島紹介動画でも紹介したのですが、ポケモリをしているとゲットできるキャンプ場の看板を裏返して掲示板に見立てています。今回の使い方はもう使われなくなった掲示板ということにして、前に背の高い植物を置いたり、隣の電話ボックスもバードバスで入り口の扉を塞いだりしています。最後に、のみの位置のアイディアです。小さなスペースで、しかも置けるものの数が限られている中で、この場所を見た人が物がたくさんあることをなんとなく想像できるように、段ボールの家具をたくさん置きました。特に段ボールベッドは 1×2 マスの中に4つも段ボールがあって、物量感を出すのに一役買ってくれています。商品を置いている机は折りたたみテーブルで、すぐに片付けられる仮設の場にぴったりの家具を選んでみました。いかがでしたでしょうか？早足の紹介でしたが、何か参考になるものがあれば幸いです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。